ロードバイクはコスパ命。どうもこんにちは、コスパチャンネルです。本日はロマンを感じるほどに見た目がかっこいいグラベルロードバイクを4つランキング形式で紹介したいと思います。今回も独断と偏見、僕はロードバイクは軽いとか剛性が高いとかコンポがスペックがいいとかそういうことよりも実はシンプルに見た目の良さが満足度に大きく貢献するんじゃないかと思っています。見た目が美しい、ただそれだけでワクワクしたりなんかいじりたくなったりライド自体も楽しくなるんです。でもただ少し見た目がいいっていうだけでは何か物足りない。小学生の時に全財産の600円を持ってビクトリーマグナムを買いに行ったこと、中3の人生かかってる時期にもかかわらず勉強そっちのけでドラクエ5にハマったこと、入社1年目でお金が全くないにもかかわらず無理して225万円の中古の FD2 シビックタイプ R を買ったこと、あの時感じたワクワクをもう一度感じたい。今回はそんな人生をかけたくなるような独特な魅力や独自の美学を持っていて、心の底からワクワクさせてくれる、そんなロマンを感じると思ったロードバイクだけを厳選して紹介したいと思います。それでは早速いってみましょう。ロマンを感じるグラベルロードバイクランキング第4位。第4位はダボスの D309 ネオスポルティーフです。グラベルなのにエアロード。まずは見てください。ダボスの最大の特徴はこれ。グラベルロードなのにケーブルがフル内装になっていることです。このハンドル周り見てください。こんな感じでハンドルから出たワイヤーがステム部分に内装できるようになっています。ダボス専用のステムとコラムスペーサーがワイヤーをフォークの中を通せるような設計になってるんですね。こうすることでハンドル周りが非常にスッキリします。もちろんその先もフレームの中にワイヤーは内装されるので完全にワイヤーフル内装なんですよね。これをね、グラベルロードでやっていることにロマンを感じるんですよ。これやばくないですか？こういうね、ワイヤー内装ってね、エアロ系のロードバイクでは最近増えてきましたよね。エアロ系の場合はね、高速巡航するときに空気抵抗を少しでも下げて高速巡航したいからこういうことをするのはよくわかります。でもグラベルロードってそんな速度出すようなもんじゃないし、ハンドル周りの内装って結構メンテナンスめんどくさいし意味なくない？その考え自体がダメ。ダボスはその固定概念を取っ払ってグラベルで実装してくれた。そこが面白い。ワイヤーフル内装は、確かにメンテは大変だと思うんですけど、やっぱりね、見た目が圧倒的にスッキリしてるし、冷静に考えてみるとね、グラベルでフル内装ってメリットあると思うんですよね。例えばハンドル周りにフロントバックとかつけたくなると思うんですけど、フロントバックってね、ワイヤーがあると結構引っかかるんですよ。でもそれがワイヤーが内装されていれば簡単にバックを取り付けることができます。あとグラベルロードって太いタイヤ履けるのは当然なんですけど、逆に言うとね、細いタイヤも履けます。なのでロード用の 25C とかの細いタイヤ履いちゃえば普通にロードバイクとして舗装路を速く走ることもできるんです。その時にワイヤーが内装されていれば空力的に高速巡航に貢献してくれると思うんですよね。なのでグラベル走るぞっていう時は 42C とかの太いタイヤ履いてフロントバックとかももちろんつけていきます。でも逆に今日は舗装路しか走らんわっていう時は 25C とかにしてフロントバックはつけない。こうすることによって2通りも楽しむことができてしまう。グラベルから舗装路まで幅広く走れるっていうのは本来のグラベルロードの特徴を実は捉えてて、体験の幅をより広げてくれるいい装備なんじゃないかなと思いました。はい、以上第4位はダボスの D309 ネオスポルティーフの紹介でした。続いていきましょう。ロマンを感じるグラベルロードバイクランキング第3位。第3位はキャノンデールのトップストーンレフティ3です。戦闘機のようなフォークがかっこいいんじゃないって話、マーベリックだよね。見てください、このフォークデザイン。フォークがなんと肩持ちなんですよ。普通はね、こういう感じでフォークは2本の柱で支えてるもんなんですけど、このトップストーンの場合は片側1本だけしかありません。このデザインがね、まるで FA18 の戦闘機の車輪に見えてしょうがないんですよ。僕実はトップガンっていうトム・クルーズ主演の映画があるんですけど、その映画がすっごい大好きで、初作はもう DVD も持ってて、これまでに人生で30回以上は少なくとも見てきました。そして今年の5月に公開されたトップガンマーヴェリックも公開日当日とその次の日と2日連続で見に行ったぐらい大好きなんですよね。話がそれましたが、このキャノンデールには戦闘機っぽいミリタリー要素があるなと感じただけでかっこいいなと思っちゃいました。めちゃくちゃ単純で安直な理由ですがいいんです。おっさんになっても心はいつまでも中二。左脳で考えるとね、肩持ち指示って普通の両持ち指示と比べてどう考えてもね、入力される負荷って大きくなるんですよ。同じ指示スパンと同じ集中荷重の前提で両持ち指示針の歪み量の計算をしてみると、計算式としては WL3 乗割る48分の EL となります。
この W っていうのが荷重で、L は支持スパン、E はヤング率で、I は断面二次モーメントとなります。そしてそれに対して片持ち支持針の場合、計算式はこうなります。WL3 乗割る 3×EL。注目すべきはこの値。両持ちだとね、48に対して片持ちだと3。つまりね、両持ち支持針に対して片持ち支持針は同じ負荷にもかかわらず16倍も変形量が大きいということになります。もしも支えているシャフトが細ければ一瞬でポッキリいってしまいます。しかもトップストンはグラベルロードバイクなので、砂利道とか波状路とかもね、走ることもあるでしょう。その場合の負荷ってロードバイクと比べても比べ物にならないぐらい大きな荷重が発生します。それはなぜかっていうと、シンプルに急に止まった時のような大きな加速度変化があるからです。例えば時速20キロで走っている状態から岩とかにぶつかって急に止まった場合、車速を時間で微分して加速度に換算するとものすごい減速 G になります。そしてフォークにかかる荷重を F=MA で計算すると、フォークの根元に発生する曲げモーメントってやばいぐらい大きいんじゃないかと思います。片持ちの場合はマジでこの部分がデンジャーゾーン。ちょっと難しい話になりましたが、そのくらいね、片持ち構造って物理的に負荷がでかいんですよ。当然ね、キャノンデールともあろう超大手メーカーなので、そういったことも考慮して設計しているはずです。もしも不具合があった場合はリコールとか最悪賠償金を請求される場合があるので、普通のメーカーだったらね、耐えられる設計にするように極太の設計にして安全率を高く持つと思うんですよね。でも僕の見立てではキャノンデールはこれでもかっていうくらいかなりコンパクトに作ったなという印象です。で、こんなにコンパクトにできたのは実はね、サスペンション機構もセットにしたのがポイントなんじゃないかなと思いました。入力された荷重をサスペンションによって減衰することで負荷を下げる。これによって小型化を実現できてるんだと思います。普通のメーカーならね、片持ち指示なんてもう怖くて世の中に出せないところをキャノンデールはね、ガンガンやってくるんですよ。これはね、本当に同じエンジニアとして自信がないとね、なかなか挑戦できないと思います。こういうメーカーの技術力の高さに同じエンジニアとしてロマンを感じました。ちなみにエンジニアあるあるですが、片持ちにする嬉しさは正直よくわかりません。でもそれでいいんです。Don't think, just do。 この意味わかる人、こっそりコメントしてみてください。はい。以上第3位はキャノンデールトップストンレフティ3の紹介でした。ロマンを感じるグラベルロードバイクランキング第2位。第2位はキャニオンのグレイルですね。もはや公然わいせつ。見てください、このハンドル。パッと見て意味わかりますか？トップチューブからね、フラットにステムにつながっていって、普通はね、その隣にハンドルの持つ部分が来るじゃないですか。でもそう思いきや、グレイルの場合はハンドルはここ。なんか浮いてない？どういうこと？と初めて見た時は頭の中はハテナマークでいっぱいでした。これね、横から見るとわかるんですけど、一本ハンドルにつながる部分の柱があって、その上にハンドルバーがもう一本あるんです。つまりハンドルは2階建て構造になってるんですね。いや、このハンドル変態すぎでしょ。このぶっ飛びすぎてるハンドル、他のサイクリストから絶対注目の的になると思います。でもね、これはただの見た目重視の色物ではありません。キャニオンともあろう合理主義の塊のドイツ人が意味のない設計をするはずがないんです。じゃあなんでこんなことをしたのかっていうと、振動吸収性を良くするためです。グラベルロードって僕も実際走ってみて分かったんですけど、結構ねガタガタした道を走るんで、ロードバイクと比べて振動がすっごいやばいんですよ。なのでちょっと走っただけで振動で手が痛くなったりするんですけど、その痛みを緩和するためにハンドルに振動吸収の機能をつけています。振動を吸収するためにハンドルをこういう形にしているそうです。いやいや本当かよと思って、僕も実際ねグレイルをレンタサイクルですが乗らせてもらったことがあるんですけど、確かにね振動は少し吸収してくれる感じがありました。でもね、振動吸収したいと思った時に普通に考えると、スペシャライズドのフューチャーショックみたいにバネを追加してサスペンションを作るのが普通だと思うんですよ。でもキャニオンは違います。バネみたいに部品を追加しちゃうとね、追加したパーツ分は丸々重くなるし、価格も高くなるので、部品点数をなるべく増やさずに既存のパーツの形を変更することで振動吸収を持たせようっていうキャニオンらしい独自の考えから来ています。この方針はハンドル以外にもシートポストにも現れています。キャニオンのシートポストも二股に分かれる構造になってて、これでわざとしなるようにしてサスペンションにしています。コスパ最強で有名なキャニオンですけど、コストはもちろんのこと、重量もなるべく増やしたくない。そこでバネをあえて使わず形状を工夫するっていう技術力で解決してこようとする意気込みがすごく合理的でドイツ人らしいなと思いました。ただね、部品点数を増やさないことにこだわりすぎたあまり、結果なんかちょっと重くてでかいような気もしなくもないですが、同じ設計者としてはこのブレない設計思想にロマンを感じました。はい、以上第2位はキャニオングレイルの紹介でした。
それでは最後第1の紹介に行きたいと思いますが、ここでお知らせさせてください。このチャンネルでは普段ロードバイクに関するコスパのいい商品の紹介やロードバイクのパーツを安く買う方法、またチャンネル登録いただくとタイムセール情報についての通知を受け取れたりします。この動画がいいなと思った方だけでいいので、高評価とチャンネル登録いただくと嬉しいです。それではお待たせしました。最後第1位の紹介です。ロマンを感じるグラベルロードバイクランキング第1位。第1位はサフロンフレームワークのグラベルロードですね。もはや乗れるアート。見てください、このデザイン。美しくないですか？サフロンの最大の魅力は何といってもデザイン。あまりにも美しすぎる。美しさのあまりもはや言語化困難。僕ね、とにかくシンプルでミニマルなデザインが好きなんで、あんまりね、色をいっぱい使ったりとか、ロゴをデカデカと主張してくるデザインって好みじゃないんですよね。ですが、サフロンのデザインは別。あまりにも美しすぎる。色的には5色も使ってるんですけど、全然嫌味な感じはしないし、ロードバイクでこういうカモフラージュのような柄って、ちょっと前にスペシャライズドのアレースプリントから出てたぐらいで、最近ね、ほんと見かけないですよね。サフロンのデザインって、このモデル以外にも他にも色々あるんですけど、僕が見た感じ、どれもおしゃれなんですよね。どれ見ても全ておしゃれ。もし自分がマイケル・ジャクソンだったら、左から右にあるやつ全部くださいっていうぐらい全部欲しい。もうそのぐらいね、芸術的に美しいんですよ。もはやこういう絵があっても不思議じゃないぐらい、ポップで可愛らしいデザインで、すごく独特で、周りにはない魅力がある。完全に一目惚れしました。しかもサフロンのすごいのは、ただおしゃれっていうだけではありません。どちらかというと全体的なデザインよりもディティールにこそサフロンの魅力が詰まっています。例えばシートチューブ部分がサドル付近までペイントされていたり、ステムもフレームと同じカモフラージュ柄でペイントされているのもおしゃれですよね。そしてこれ実はスチールバイクなんですけど、スチールバイクってね、溶接した後って絶対出るじゃないですか。でも見てください、この溶接跡。全然目立ってなくないですか？仕上げ処理が死ぬほど丁寧。強度を保ちつつ、溶接跡をいかに美しく仕上げるかっていうところに、ビルダーの技術力がかかっていると思うんですけど、サフロンの仕上げ技術、マジでレベチ。さらにすごいのはこれ、ワイヤー内装式。普通ね、スチールバイクってフレーム自体の加工が難しかったり、そもそもパイプが細いので、ワイヤー内装って難しいんですけど、サフロンはワイヤー内装をガンガン実現してきます。いやもう本当にこのメーカーぐらいなんじゃないかなと思うぐらい、スチールバイクで内装してるメーカーは僕は初めて見ました。そして魅力はまだまだあります。見てください、ここ。トップチューブとシートステイが交わる部分。シートチューブが斜めにカットされていたり、そもそもシートチューブがフレームと別体になっているような、シートポストがフレームに向けて刺さっているような、いやもうわからない。少なくともここ見ると段差になってるんで、ただペイントしただけっていうわけではないと思います。となるとめっちゃ長いシートポストを筒に差し込んだ構造になっているのか、もうとにかくね、デザインが独創的なんですよ。先ほど紹介したカラーの独自性だけでなく、こういったディティールも含めて美しい。これはもはやデザインがいいというか、アート作品と言えると思います。乗れるアート作品として美術館に飾ってあっても僕は全然おかしくないなと思いました。もはやグラベルなのか何なのか思考停止してしまうレベルで一目惚れしたものを紹介しました。はい、本日の動画は以上となります。今日の動画が皆さんの参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。